こんにちは。環境系 YouTuber のかなごりです。早速ですが、海にはゴミが集まる場所があるっていうのを知っていましたか？今日はそのゴミが集まる場所、そこについて少しお話をしたいと思います。このチャンネルでは身近にできるサステナブルな暮らしやエコ商品の紹介、環境問題にまつわること、私なりにシェアしています。かなごりチャンネルの登録をよろしくお願いします。今日は真面目ごり。世界の海には5つの巨大なゴミが集まる場所があります。そこの一番有名なのが太平洋ゴミベルトと言います。どうしてこのようにゴミが集まるのかというと、風の力で旋回させて、それが巨大な渦になって帯状に続いているんです。今浮いているものは海面に出ているけれども、それ以外の細かく崩れたプラスチックは全部深海の奥底まで沈んでいます。海は一つなんです。だから境界線はないから、そのゴミたちはいろんなところに行って海を汚染している。もう私はね、去年これを知って、私地球について全然知らなかったっていうもう衝撃を受けました。海にこんなゴミが集まる場所なんて存在するんだ。そのゴミはじゃあどこから来るの？私たちが住んでいる陸地から海に流れ出る。そして海で活動している人たち、例えば漁業、そういうゴミが海に流れ出て、結局海にずっと浮遊している、そういう状況です。ここで問題なのがプラスチックゴミです。プラスチックゴミはこんなちっちゃなマイクロプラスチックっていうのになって、すごい年月をかけないと分解されない、自然に戻らない、そういうものが海に流れ出ているということは、私は恐ろしいことだなと思います。このプラスチックゴミっていうのはすごい悪い影響を海に住む生き物たちに与えています。前回の動画で紹介したストローもそうですが、ストローも吸い込んでしまって鼻に詰まらせるカメがいたり、餌だと思って食べてしまう魚や海鳥たちがいたり、ある動画で見たのは海鳥の親、自分の子供に餌をあげるために、その親鳥はプラスチックを餌だと勘違いして、それを取ってヒナにあげる。そして自分も食べる。研究者たちが鳥のお腹を開けて胃を見たら、こんな鳥なのに234個のプラスチックの破片がね出てくるんです。でも海に住んでないし、別に特に影響はないんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、だけど私たちにももちろん影響はあります。魚たちが餌だと思ってプラスチックゴミを食べて、それが私たちが食べる。そうするとプラスチックを食べていることになる、そういう風にも言われています。結局私たちに戻ってくるんです。現にもう胎児の中でマイクロプラスチックが見つかっていたり、いろんなところでもう見つかっているんです。そのガベッジパッチを、ゴミを回収しようとU の字の大きなゴミをこうやってこうやって回収するみたいな、そういうシステムとか仕組みとかがね今ねできてるみたいなんですけど、やっぱそれにしても回収するのにねコストがかかるみたいなんです。なので私たちにできることは、ゴミをポイ捨てしないとか、そういうのはもちろん当たり前なことなんですけど、使い捨てのプラスチックの使用をできる限り抑える。代替できるものっていっぱいあるので、簡単に使い捨てるんではなくて、じゃあこれまだ使えるなって言ってまた使ったり、もうそれは私たちは消費者側なので、作る側が変えないと、根本的には良くならないとは思います。だけど消費者が買わなければ、生産する側も作り方や仕組みは変わっていくと思うんですよね。なのでその生産者を変えるのも消費者だと思うし、自分にできることからやっていった方がいいんじゃないかなと私は思います。前の動画にいろいろ自分がプラスチックの代わりに使っているものだったり、そういうことをシェアしているので、ぜひ前の動画も見ていただけたら嬉しいです。今日この話を聞いて、こういうことが起きてるんだ海ではっていうのが分かったと思うので、自分にできることないかなってこの動画を見て思ってくれたら嬉しいです。たまにこういう風に真面目に環境問題について話したりしています。普段はちょっとおちゃらけて料理作ったり、エコ商品紹介したりしてるんですけど、こういうのも私はやりたいので、これからもやっていこうと思っています。もし何か思うことだったり質問があれば、ぜひコメント欄の方にコメントしていただけたら嬉しいです。では最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。バイバーイ。